皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。私たちが毎日何気なく歩いている街、その見慣れた風景の中に何百年、いえそれ以上の時間が静かに折りたたまれているとしたら、少し世界が違って見えてくると思いませんか。今日はですね、東京にある知族というたった一つの地名を手がかりにして、そんな時間の旅へと皆さんをご案内したいと思います。この知族という名前、実は全く異なる2つの顔を持っているんです。なぜ同じ名前の場所にこれほどまで違う物語が生まれたのか、その不思議な謎をこれから一緒にゆっくりと解き明かしていきましょう。もし皆さんが東京で千崎という地名を探してみると、とても面白いことに気づくはずです。地図の上には2つの全く違う場所が示されるんですね。一つはあの有名な浅草のにぎわいにほど近い大東区の千崎。そしてもう一つはそこからぐっと南へ下った大田区の閑静な住宅街にある千崎。そうなんです。今日の物語の主役はこの2つの千崎。一体どういうことなのでしょうか。こちらがその2つの珍族が持つそれぞれの顔です。片や大東区の珍族。色とりどりの提灯が揺れて、たくさんの人々が行き交う、まさに江戸の昔から続く市町の活気が今もなお色濃く息づいている場所です。そしてもう一方が大田区の珍族。こちらはですね、緑豊かな公園や美しい池があって、穏やかな空気が流れる山の手の住宅地なんです。同じ名前を持つとはにわかに信じがたいほど、その光景もそこに流れる時間も全く違いますよね。この大きな違いの謎を解く鍵は、実はこの地名が持つ古い起源に隠されていました。ではまず時間を大きくぐっと遡ってみましょう。2つのチェン族が生まれた共通のルーツを探ってみたいと思います。これだけ対照的な2つの場所がその始まりをたどっていくと、古代日本の農業という同じ一つの風景に行き着くんです。そう聞くと少し不思議な感じがしませんか。謎を解くための最初の鍵は、チェン族の徳というこの一文字にありました。これはですね、古代の日本で刈り取った稲を束ねる時に使われた単位のことなんです。つまり、その土地がどれだけ豊かで、どれだけのお米が取れるか、今でいうところの経済力を示す非常に重要な言葉だったわけですね。昔の農民が黄金色に実った稲をその手で掴んで、10の小さな束、これを10羽と言いますが、それをまとめて一つの束とする。そんな光景が目に浮かんでくるようです。では、1000の束とは具体的に何を意味したのでしょうか。文字通りに考えれば、1000足もの稲が収穫できる、大変豊かな土地だったとも考えられます。しかし、より有力とされているのは、ここが免田、つまり税を免除された特別な土地だったという説なんです。当時、土地から収穫されたお米は税として幕府やその土地の領所に納めるのが当たり前でした。ところが、この土地で取れる1000足分のお米だけは税としてではなく、地域の神社やお寺を支えるために寄付されていたというんですね。つまり、地名そのものがその土地の特別な経済的な役割を物語る歴史の記録だったわけです。これは非常に興味深いと思いませんか。さて、その知徳という名前が刻まれた最初の世界、大東区の物語から詳しく見ていくことにしましょう。ここは江戸のエネルギーが渦巻くにぎわいと文化の街。一体どんな歴史の積み重ねがこの場所に今の姿を与えたのでしょうか。今でこそこれだけ賑やかな場所ですけれども、江戸時代が始まったばかりの頃は浅草田んぼと呼ばれる広大な湿地帯だったそうです。それが人の手によって少しずつ埋め立てられて、そして当時しばしば氾濫を繰り返した隅田川の水を食い止めるために巨大な土手2本包みが築かれました。この堤防ができたことによって、ここは江戸の中心からほんの少しだけ離れた都市の周辺部として独自の発展を遂げていくことになるわけです。そして西暦1657年、この土地、江戸という都市全体の運命を永遠に変えてしまう歴史的な出来事が起こります。それが明暦の大火事です。江戸の町のほとんどを焼き尽くしたと言われるこの大火事をきっかけに、幕府は都市計画の大きな見直しを迫られました。その一環として、当時日本橋にあった
幕府公認の遊郭、吉原が、この浅草の北、千足のすぐ隣のエリアに移転してきたのです。この一大移転が、この地域のアイデンティティを、その後何百年にもわたって決定づけることになります。台東区専属のエネルギーを今にありありと伝えてくれるのが、毎年11月に和紙神社で開かれる鳥の市です。このお祭りの主役は、きらびやかに飾り付けられた縁起熊で、福や財産をかき集めるという願いが込められていて、商売人たちにとっては一年で最も大切な縁起物なんですね。そして、このお祭りで最も心が躍るのは、熊手が売れるために塞内に響き渡るリズミカルな手締めの音なんです。威勢の良い掛け声と拍手が境内を満たす光景は、まさに江戸から続く商いの文化そのもの。そして興味深いのは、かつてこのお祭りがお隣の吉原に多くの客を呼び込むためのある種の装置としても機能していたということです。聖なる願いと俗なる欲望がここではごく自然に隣り合って栄えていた。そんな歴史の一端が垣間見えます。そして、この土地を語るとき、決して忘れてはならない人物がいます。わずか24年という短い生涯を駆け抜けた天才作家、樋口一葉です。彼女は厳しい生活を支えるため、この専属に隣接する龍禅という町で小さな荒物屋を営んでいました。彼女のお店のすぐそばには、こらびやかな吉原の世界が広がっていたんです。彼女の代表作である竹比べは、まさにその場所から見た風景を描いています。吉原の華やかさ、そのすぐ隣で生きる人々の短さの中にある切ない美しさや儚い日常を。ここに引用されている薄紙一枚隔てたる隠しのうちの投影という一節は、すぐそこに見えているのに決して届かないまばゆい世界への憧れと諦めを見事に描き出していますよね。彼女の文学によって専属という場所は単なる地名を超えて日本の近代文学における一つの聖地とも呼べる場所になったのです。さて、ここからはページをガラッとめくって全く別の物語へと入っていきましょう。大東区のあの喧騒を後にしてもう一つの地専属、大田区の世界へ。そこは静かさと、そして卒の時間がゆったりと流れる場所です。二つの世界の鮮やかなコントラストをぜひ感じてみてください。大田区のチェンソク、そのアイデンティティの中心にあるもの、それは千足池です。都内でも有数の広さを誇るこの美しい池。その源は地下から絶えることなく湧き出る清らかな水です。もし大東区のチェンソクが人の手で埋め立てられた土の土地だとすれば、こちらは自然が生み出した水が主役の土地と言えるでしょう。この根本的な違いが2つの場所の性格を大きく分けていくことになります。そして、この美しい池が、チェン族という地名に全く新しい意味を吹き込む、ある伝説の舞台となります。今から700年以上も昔のこと、鎌倉時代の高名な僧侶、日蓮上人が旅の途中、この池のほとりで足を休めたと伝えられています。長い旅路に疲れた足を池の清らかな水で洗い、そして濡れた袈裟をそばにあった松の木にかけて乾かした。ただそれだけの非常に素朴でまるで一枚の絵のような物語です。しかしこのささやかな出来事がこの土地の運命を静かにしかし決定的に変えていくことになるのです。ここで地名が生まれ変わるまるで魔法のような瞬間が訪れます。日系の伝説によってこの土地は千族という音はそのままに書かれる漢字が変わったのです。もともとの稲の収穫量、つまり経済的な豊かさを示す千のつがから、聖人が足を清めたという精神的宗教的な物語を宿す足を洗うの千族へ。たった一つの伝説が地名が持つ意味を全く新しいものへと、いわば上書きしてしまったわけですね。歴史の中でもこれほど劇的な地名の変化というのはなかなかありません。この静かな土地の歴史にもう一つの深い層を刻んだのが幕末の偉人勝海舟です。激動の時代を生き抜いた彼はその晩年終わりの住み家としてこの千足池のほとりを選びました。そして彼がここで行ったことで何よりも私たちの心を打つのはかつて江戸城の無血開城で対峙した相手であり
同時に深く敬愛していた西郷隆盛の慰霊碑を私財を投じてこの地に建てたことなんです。当時はまだ西郷は政府にとっての逆人として扱われていました。その名誉が公式に回復されるよりも早く、勝はここに敵味方という立場を超えた二人の絆の証を遺構したのです。そして自らもこの池のそばで眠りにつきました。これにより、この場所は単なる景勝地ではなく、幕末という一つの時代の終わりを象徴する和解と鎮魂の地としての意味も帯びることになったのです。さて、ここまで2つの地図区、それぞれの物語をじっくりとたどってきました。ここからは少し視点を上げて、この2つの物語を合わせ釜のように見ることで、東京という巨大な都市そのものが持つある本質的な構造について考えてみたいと思います。2つの線索をこうして並べてみると、まるで誰かが意図して作ったかのように、すべてが見事な対比をなしていることに気づかされます。台東区が人の手で作られた土の土地なら、大田区は自然の恵みである水の土地。文化はエネルギッシュな下町と落ち着いた山の手。町の機能は消費や娯楽と居住や施策。そこに生きた歴史上の人物も、繁栄の陰で人間の苦悩を見つめた樋口一葉と、すべての役目を終えて静かに余生を過ごした勝海舟。そして人々がそこに求める象徴も、商売繁盛を願う黄金の熊手と、心を洗い清める水。まさに光と影、銅と雫、すべてが美しい体になっているのです。つまり、この2つの場所は偶然にも、東京という巨大な都市を動かし続けてきた2つのエンジンそのものを象徴しているのではないでしょうか。商業とエネルギーに満ち絶えず変化し続ける低地の島町、そして歴史を記憶し人々の暮らしを静かに育む広大の山の手。この2つの異なる力が互いに影響し合い、時には反発し合いながら東京というユニークな都市を形作ってきた。一つの地名が期せずしてこの東京という街の持つ二面性を見事に浮かび上がらせているのです。地名の歴史をたどることは、まるでパリンプセストを読み解く作業のようです。パリンプセストというのは、古い文字を一度消した羊碑の上に、また新しい文字を書き重ねていった古代の書物のこと。地名もまさにこれと同じなんですね。もともとは、稲の収穫量を意味した千足という一枚の羊碑がありました。その上に大東区では吉原の華やかさと鳥の市のにぎわいが書き込まれ、一方大田区では日蓮の静かな伝説と勝海舟の深い創作が新たな層として書き重ねられていった。私たちはその重なり合った文字のすべてを今同時に目にしているのかもしれません。私たちが普段何気なく口にしている地名は単なる記号ではありません。それは数えきれないほど多くの人々の営みや願いが静かに積み重なった歴史の地層そのものなのかもしれませんね。明日あなたがいつもの道を歩くとき、その場所の名前に少しだけ耳を澄ませてみてください。もしかしたらまだ誰も知らないあなただけの物語が聞こえてくるかもしれません。今回は東京の地則を巡る時間の旅に最後までお付き合いいただきありがとうございました。また次回の解説でお会いしましょう。